会議では一度も口を挟まなかった。相手の説明も最後まで聞いた。なのに席を立つと不安になるんです。結局何を持ち帰ればよかったんだろうって。聞いた時間は長いのに意味が残っていない。そのズレはどこで起きるんでしょ今日のテーマはそこです。黙っていることと聞けていることは同じなのか。私は遮らないことが聞くことだと思っていました。でも、それなら黙っていれば十分なはずですよね。山口拓郎さんの聞く力は最高の知性であるは、聞く力をもっと広い総合力として捉えています。総合力というと、耳だけの話ではない。本書では相手の言葉の奥にある意図を読み、感情や場の流れも受け取り、次の言葉を選ぶ力とされます。それならただ静かにしているだけでは足りないですね。むしろ、聞いている最中に頭が何をしているかが大事そうです。その視点で会議の場面をもう一度見てみます。相手が話している間、私は返事を考えているかもしれません。反対されたらどう返そうとか。自分の返事を準備すると、相手の話から注意が外れる。ここで最初に変えたいのは、聞くことの基準です。何分黙れたかではなく、相手の意味を持ち帰れたか。それなら、会議後のモヤモヤも説明できます。まずは、聞く、沈黙、という思い込みを外すわけですね。例えば、議事録を取っていても、決定と理由が混ざることがあります。文字は残っているのに、相手が何を重く見ていたかは抜けるんです。聞く力を広く捉えると、情報保存だけでは足りない理由が見えてきます。次は、聞く前の姿勢です。本書では、聞く力は、聞く姿勢、できまるとあります。姿勢と聞くと、私は相槌や目線を思い浮かべます。それとも、聞く前の頭の置き方の話でしょうか。断定はできません。ただ、聞く前に何を受け取ろうとするかは大切な論点です。私は相談を受けると、すぐ助けたくなります。相手が話し終わる前に、答えを探し始めてしまう。善意でも、答えを急ぐと問題を決めつける危険がありますね。例えば後輩が、最近、仕事が遅れていて、と話したとします。私は多分、朝一で重要な仕事をやれば、と言います。でも、遅れている原因が仕事量とは限らない。仕様変更が続いて、どこまで進めていいかわからないのかもしれない。ああ、それなら時間管理の助言はずれます。正しい答えでも、相手が困っている場所を外せば役に立たない。聞く前の姿勢は、何を教えるか、追い急がないこと。まず、相手が何を話そうとしているかを見ることです。助ける前に、困りごとの場所を一緒に探す感じですね。そこで疑問があります。何でも質問すればいいんですか？質問の数を増やすことが目的ではありません。相手の言葉が揺れた場所に少し注意を向けます。量が多くて、いや、量というより、みたいな言い直しですね。そこを流さず、量というよりいい、と返す。そうすると、答えより先に理解が深まります。聞く前の姿勢が変わると、助言の速さよりずれにくさを選べます。聞くことは、答える準備ではない。ここが大きな違いですね。先輩側が話したくなるほど、相手の話す余地は小さくなりますね。役に立ちたい気持ちが、かえって相手を急がせることもありそうです。だから、聞く姿勢は態度の形より、注意をどこへ置くかで考えます。3つ目は、話の要点をどうつかむかです。本書では、構造と具体で本質をつかむとあります。会議で一番困るのが、情報が多いのに結論がわからない時です。全部覚えようとすると、かえって何が大事か見えなくなります。例えば、新商品の会議を考えます。価格、発売日、営業資料、担当者の話が次々に出る。メモは埋まるのに、会議後に、何が決まったとなります。これは、具体ばかり集めて構造が抜けた状態ですか？動画では、そう捉えると理解しやすいです。まず、何の話か、という大きな骨組みを置きます。例えば、決定事項なのか、検討事項なのか。その箱があると、細かい数字の置き場所もわかりそうです。次に、骨組みを支える具体を拾います。期限、担当、数字、条件のように、行動を変える情報です。全部を同じ重さで覚えなくていいんですね。でも、構造を意識しすぎると、細部を落としませんか？そこで、構造だけ、具体だけ、に偏らないことが重要です。大枠を見ながら、必要な具体へ降りる。地図を見ながら、必要な住所を拾う感じです。その比喩なら、会議中に迷子になる理由がわかります。動画側の実践例として、会議の最後に一度だけ確認します。
今日決まったことはこの3点で合っていますか？聞き直すと、理解不足がバレる気がして怖いです。でも、間違ったまま3時間作業するより早い。確認は能力の低さを示す行為ではありません。構造と具体を相手と同じ形に揃える作業です。メモの量より、意味の形を持ち帰ることが大事なんですね。逆に、構造だけ見て、要するにこうですね、と急ぐのも危険です。細かい事情を切り捨てられた感じがすると、話す気がなくなります。骨組みは具体を捨てるためではなく、具体を正しく置くために使います。4つ目は言葉の背景です。本書では問題解決の鍵として背景に目を向ける思考が挙げられます。仕事だと、早めにお願いが一番怖いです。同じ、早めに、でも、人によって期限が違いますからね。上司からこの資料早めにお願いと言われたとします。私は今日中だと思って、簡易版を急いで作ります。翌朝、役員会に出すから、これでは使えない、と戻される。それ、かなりへこみます。急いだ努力が全部やり直しです。ここで聞き落としていたのは言葉より背景かもしれません。なぜ必要なのか、どこで使うのか、誰に見せるのか。用途が分かれば、同じ、早めに、でも必要な完成度が変わる。期限だけ確認しても、完成型を外すことはあるんですね。その通りです。表面の言葉だけでは行動条件が足りないことがあります。では、背景を全部聞き出す必要がありますか？全部ではなく、結果を変える背景を一つ探します。この例なら、役員会で使うのか、社内確認なのか。そこが分かれば、簡易版か完成版かを選べます。ここからは動画側の質問例です。いつまでですか？に、どこで使いますか？を一つ足す。質問を増やすというより、作業の分岐点を探す感じです。相手が忙しい時も、2択なら答えやすそうです。例えば、役員会用なら完成版、社内確認なら簡易版で作ります。どちらでしょう？と短く確認します。これなら、質問しているのに仕事が遅く見えません。背景を聞くことが、手戻りを減らす仕事になるわけですね。確認しておいて、も、人によって意味が違います。誤字だけなのか、内容の妥当性まで見るのかで作業量が変わります。曖昧語を責めるのではなく、背景を一つ足して行動条件を揃えます。5つ目は、感情の扱いです。本書では、聞く力に相手の感情を受け止める力も含まれます。感情って、一番難しいです。顔を見ても正解がわかりません。表情を読んで、怒っている、と決めつけるのも危ないですよね。その通りです。感情は、当てるものではありません。少なくとも動画では、確認の手がかりとして扱います。例えば、同僚が、大丈夫です。と言っているのに声が重いとき、言葉だけなら大丈夫。でも、何か引っかかる。そこで、大丈夫じゃないですよね、と断定はしません。少し気になったんですが、何かありますか？と余地を残す。相手が違うと言える聞き方ですね。感情を読むより、修正できる確認をする。本書には、信頼構築、共感、受け皿というモードも並びます。さらに、強い感情には適切な距離を取るという項目もあります。共感するほど近づけばいい。ではないんですね。相手の感情を全部背負うと、聞き手まで動けなくなることがあります。だから、聞くことは相手と同じ感情になることではありません。受け止めながら、必要な距離を保つ場面もある。わかるよ。と急いで同じ気持ちになろうとしなくていい。むしろ、相手が自分の言葉で話せる空間を残す。聞く力は、優しさだけではなく判断力も使う総合力です。感情に寄り添う時ほど、決めつけないことが大事に見えてきました。落ち込んでいる人に、すぐ励ましの言葉を返したくなることもあります。でも、励ましが必要なのか、ただ話し切りたいのかは別ですね。次の言葉を選ぶ前に、相手が今どんな受け皿を必要としているかを見ます。ここまでで、聞く力が一つの型ではないことが見えてきました。目次を見ると、学習、議論、創造、牽引、信頼構築、共感、受け皿、かなり多くのモードがあります。全部覚えようとすると、逆に会話中に固まりそうです。そこで、動画では場面の目的から考えます。何のために聞くのかで、注意を向ける場所を変えます。学ぶ場面なら、構造と具体を行き来する。相談なら、すぐ答えずに相手の困りごとを見つける。議論なら、主張だけでなく背景や前提を見る。信頼を作る場面なら、相手の言葉を引き出すことが中心になります。強い感情の場面では、近づきすぎない判断も必要です。同じ、聞く、
でも、仕事が違うんですね。だから万能な質問集を覚えるだけでは足りない。聞く前に、今は何を達成したい場面か、多く、会議なら決定を持ち帰る。ワンオンワンなら相手の考えを引き出す。謝罪なら、言い訳より相手の受けた影響を受け取る。目的が変われば、拾う言葉も、置く質問も変わります。私は今まで、どの場面でも同じ相槌をしていました。それだと、聞いている態度は見えても、目的には届かないことがある。本書が、聞く力、落ち性と呼ぶ理由も、ここに重なります。状況を観察し、意味を読み、次の言葉を判断するからです。聞く人は受け身、というイメージがかなり変わりました。むしろ、相手を押さずに会話を前へ進める知的な仕事ですね。同じ相手でも、午前の会議と午後の相談では聞く目的が変わります。人ごとに聞き方を固定するのではなく、場面で切り替えるんですね。モードという見方は、その切り替えを意識する手がかりになります。ここからは、本の固有技法ではなく動画側の練習案です。答えを急ぎやすい人は、返す前に短い間を置いてみます。3秒くらいですか？はい、3秒は、この動画で使う練習の目安です。本書を踏まえた投稿者の対応案として紹介します。その3秒で何を考えればいいんでしょ答えを作るのではなく、3つだけ確認します。相手は何を言ったか、何を言い切らなかったか、何が背景にあるか。全部分析しようとすると、3秒では無理そうです。一つだけ引っかかった場所を拾えばいいのでは？そのくらいで十分です。まずは、違和感を一つ見逃さない。早めに、が引っかかったら、用途を聞く。量というより、が引っかかったら、そこへ戻る。そうやって、相手の言葉を自分の答えで上書きする前に止まります。私には、その止まる時間が一番必要かもしれません。でも、沈黙が長いと気まずくなりませんか？だから、3秒はルールではなく練習です。自然に聞けるようになれば、秒数を数える必要はありません。目的は黙ることではなく、相手へ注意を戻すこと。最初の、黙っていれば聞ける、とは、全然違う沈黙ですね。同じ沈黙でも、中でしている仕事が違います。返事を準備する沈黙から、意味を受け取る沈黙へ変える。それなら、明日の会議から試せます。慣れるまでは、質問を一つ増やすより、返事を一つ遅らせる方が簡単です。その間に、相手の最後の一言をもう一度思い出すだけでも違いそうです。小さな間は、会話を止めるためではなく、聞き手の注意を戻すために使います。最後に、今日の話を一つにつなげます。最初は、聞くことは相手に失礼をしないための態度だと思っていました。でも実際は、自分の理解や判断を守る力でもある。本書では、聞く力は観察力、読解力、判断力を同時に使う総合力とされています。学び、想像、信頼関係にもつながると説明されています。会議の手戻りも、相談のズレも、人間関係の誤解も、全部、ちゃんと聞いたつもり、から始まることがあります。だから、聞き上手になるというより、意味を外さない人になる。今日持ち帰ってほしいのは、3つです。1つ目、黙っている時間ではなく、相手の意味を受け取れたかを見る。2つ目は、答えを急がず、言い直しや違和感を流さない。3つ目は、構造、具体、背景を手がかりに、場面の目的へ合わせる。この3つは、仕事場面へつなぐための動画側整理です。固有の手順として本へ帰属させるものではありません。本を読む前でも、自分の聞き方を振り返る入り口にはなりますね。そして本では、書くモードをもっと深く確かめられる。聞く力は最高の知性である。その言葉を、受け身の美徳ではなく、働く知性として捉え直してみてください。明日は、返事を急ぐ前に一度だけ相手へ注意を戻してみます。その一度で、会話のズレが減るかを確かめたいです。聞くことが変わると、次に選ぶ言葉が変わります。そして、次の行動も変わります。聞く力が高い人は、話さない人ではなく、必要な言葉を選べる人なんですね。自分がうまく話せない場面でも、まず相手を受け取ることなら始められそうです。話す力の前に、何を受け取ったかを確かめる。その順番が会話を変えます。